おデブちゃんはさっさと帰れ。高校の同級生の結婚式で高卒の俺を見下すエリート同級生にみんなの前でバカにされた。悔しい思いをしながら歯を噛みしめていると、主賓の一人が立ち上がり、驚きの事態に。俺の名前は長岡博之。建設会社に勤めている33歳の会社員だ。今日は中学の時の同級生に招待され、彼の結婚式に参加している。彼とは中学からの付き合いがあり、かれこれ10年来の親友だ。同じサッカー部に所属しており、出会った当時は反りが合わず、顔を合わせれば言い合いばかりの毎日だった。相手がいるのを見るだけで険悪なムードが広がり、周りの部員には気を使わせるのが当たり前。部内の空気も最悪にし、先輩たちからは話し合えと何度も説得された。しまいには監督からも部の空気を乱すなと怒られ、一時期は部活会議に挙げられたほどひどいものだった。そんな迷惑をかけてばかりの俺たちだったが、ある日親友が部活を終えた後、一人で居残り練習をする姿を見かけた。部活をどこかお遊び感覚でしていると思っていた俺は、彼のそんなまっすぐな姿勢に心打たれ、次第に心を開いていくようになり、引退する頃にはうちの中学の黄金コンビなんてもてはやされるようになっていた。そんな青春時代を共にした大切な親友の結婚式なのだが、まさかあんなことに巻き込まれるなんて招待された時は想像もしていなかった。おー、長岡じゃん、久しぶり。元気だったか？懐かしい顔ぶれとも顔を合わせながら久しぶりの再会で話をしていた時だった。うわ、デブオカじゃん。なんでお前がここにいるわけ？友人たちとの会話を邪魔するように俺のことをバカにしながら話しかけてきた男がいた。まさかお前みたいなデブがこの結婚式に招待されたわけじゃないよな。そんな物好き、この式場に絶対いないだろ。神谷優也、高校時代の同級生で俺と同じサッカー部に所属していた。彼はサッカーの才能があり、うちの弱小校を全国にまで導いたいわばエースストライカーだった。俺もスポーツ推薦で彼と同じ高校に入学したのだが、俺と神谷ではサッカーの腕前に雲泥の差があった。それまで中学でもてはやされていた俺だったが、神谷が現れてからは一転、皆の注目は神谷に集まり、俺のことは相手にもされなくなってしまった。なんとか見返そうと頑張ったが、俺では彼の足元にも及ばず、その悔しさとストレスからサッカー部を引退後、俺は急激に太ってしまい、過食が止まらなくなっていた。なんとか卒業して痩せることには成功したが、今でも標準より体型は少し大きめ。デブと言われても言い返せるほどの体型ではなかった。神谷はサッカーの才能を買われ、現在は実業団に所属しており、大手企業の社員をしながらサッカー漬けの毎日を送っているそうだ。何でもチームの期待の星なんだとか。そのことがあってか、神谷は俺のことをいつの間にか蔑むようになっていた。中学でもてはやされてたって言われても、所詮この程度か。知れてるな。そう言って現役時代バカにされるのが当たり前だった。神谷、お前こそなんでこんなところにいるんだよ。俺は神父側の招待で出席してんだよ。神父が俺のファンらしくてね。いや、参っちゃうよな。人気者は引っ張りだこで辛いわ。自意識過剰な発言をしても許されるのは顔がいいからだろう。神谷が痛い発言をしようが、王様気分で物を言おうが、誰もそれを咎めることはできなかった。それは学生の時からだ。うちの部内でも常に成績トップの神谷はまさに王様。
彼の天下であり、神谷に逆らった人間は部員全員から仲間外れにされるという、なんとも古典的な嫌がらせをされていた。その行為に嫌気がさした俺は、部員が無視されていた時期に一人だけ彼の面倒を見ていたことがあった。周りの目も気にせず、ひたすら彼のそばに居続け、それが神谷にバレてしまい、嫌がらせのターゲットが変更され、俺になってしまった。そして3年の始まりから卒業するまで、部員全員から存在を消したかのように無視される生活が続いた。しかも助けた部員もまたそうなるのが怖かったのか、皆と同じように俺を無視。誰も俺のことを助けてくれようとはしなかった。神谷の支配が怖かったのだろう。それほどまでに神谷の支配力は強く、彼の父親がコーチというのもあったため、監督や顧問も彼に向かって何かを言うことはできなかったのだ。おかげで彼は猿山のボス状態。高校時代はそれこそ好き勝手な人生を送っていたことだろう。その後も俺に対しての態度は変わらず、今に至るというわけだ。俺は新郎側の正体でここにいるんだよ。あと、相変わらずのその口ぶり、いい加減やめたらどうだ？お互いいい大人になったんだからさ。さすがのうざさにげんなりしていると、俺と一緒に話していた友人たちが心配したのか、どうしたのかと様子を見に来てくれた。状況を見て分が悪いと判断したのか、神谷は小さく舌打ちをこぼし、おとなしくその場を立ち去る。しかし、彼は去り際に俺にだけ聞こえるような声で、背筋の凍るような言葉を吐き捨てる。デブオカのくせに俺に指図しようってわけ？いい身分だな。立場を分からせてやるよ。それだけ囁いた神谷は、こちらに振り返ることなくその場を後にした。そんな彼を怪げそうに睨みつけて背中を見送っていると、心配した友人たちが声をかけてくれた。あいつ一体何なんだ？お前と仲いいのか？大丈夫か？お前顔色悪いぞ。平気、何でもないから会場に戻ろうぜ。そんな心優しい仲間たちを巻き込むことはできなかったため、俺は適当にその場をはぐらかし、式へと参列した。式自体は素晴らしく、幸せそうな新郎新婦を見れて、俺も結婚したいなと思ってしまうぐらいだった。まだ恋人もいないくせに何言ってるんだろうと、自分で自分のことを嘲笑い、思わず視線を周りに向けていると、不意に参列していた神谷と視線がぶつかってしまった。そんな俺の心の内を見透かしたように、神谷がこちらを見てバカにしたように笑い、そばにいた同じ新婦側の参列者に俺のことを指さして何やら耳打ちし始めた。内容は全く聞こえないものの、隣にいた女性の哀れんだような目とバカにしたような笑みに、だいたい言ってる内容の想像がついた。おそらく、お前みたいなやつが何を夢見ているんだよ。だいたいそんなところだろう。なんでせっかくの結婚式でこんな嫌な思いをしなければならないのだ。不愉快極まりないと苛立ちを募らせつつも、それ以降は意識して神谷の方を見ることなく過ごし、なんとか難を逃れた。これであいつと関わることもないだろうと安心したのもつかの間。事件が起きたのは結婚式の二次会でのことだった。二次会では新郎新婦の友人たちで集まり、華やかなお祝いの席が設けられていた。何でも新婦側の友人が自分の店を持っていたらしく、そこで集まり宴会が行われたのだが、なんと神谷が自分の取り巻きを連れて俺の席へとやってきたのだ。ようデブオカ、男ばかりで寂しく飲んでるだろうから、かわいい女の子たちを連れて遊びに来てやったぞ。数人の女性を連れてやってきた神谷は、
勝ち誇ったような様子で俺たちを見下し、明らかに酒を継ぎに来た感じの空気ではない。ほら、美女が酒を持って酌を待ってくれてんだろ。さっさとそれ飲んでグラスを差し出せよ。言われて女性の持っていた酒に視線をやると、彼女が持っていたのは焼酎であり、割り物も何もそばには置かれていない。悪いけど、俺、焼酎飲めないから、すみません。お姉さんもせっかく持ってきてくれたのに。そんなに酒も強くない上に、彼女が持っていたのは芋焼酎。さすがにロックでそのまま飲み干すなんて真似きつすぎてできるはずもなかったため、正直に断りの言葉を入れると、女性からは大ブーイング。一気にヘイトが俺に集まってしまった。神谷さんがどうしてもって言うから持ってきてあげたのに、私のお酒が飲めないってどういうこと？私に恥をかかせるつもりなわけ？デブオカのくせに生意気なこと言ってんじゃねえよ。社会人たるもの、出されたものは何が何でも飲むのが礼儀ってもんじゃねえのか？ちょっとさっきからあんたたち何なんですか？ひろゆきも嫌がってるのに無理やり酒を飲まそうとするなんて、それの方がよっぽど失礼だと思わないんですか？何も事情を知らない友人たちは俺をかばうように前に出てくれた。しかしそれで神谷の機嫌を損ねてしまい、一気に空気がピリつく。友人たちにまで神谷の危害が加われば、それこそ学生時代の二の舞だ。俺は仕方なくグラスに残っていた酒を一気に飲み干し、我慢しながら空いたグラスを女性に差し出した。女性はそれでいいんだよと満足げに笑い、コップから溢れそうなくらい焼酎を注ぎ込む。ひろゆき、お前焼酎無理だろ？俺たちが飲むから無理すんなよ。そう言って友人が俺のグラスを奪いそうになっていると、神谷がその行動を阻止した。せっかく男を見せたそいつの行動をあんたたちは無駄にするんですか？そうよ。私はわざわざその人のためにお酒を継ぎに来たのよ。その人が飲んでくれなきゃ継いだ意味がないじゃない。暴論もいいところだ。グラスからも香ってくる苦手な芋焼酎の匂いに思わず吐き気すら上がってきそうだ。けれど、ここでこれを飲み干さなければ、きっとさらなる嫌がらせを施されるに違いない。それこそ周りを巻き込むかもしれない。そんなことになるのだけは絶対に嫌だ。もう自分以外がこいつに何かをされるのを俺は見たくなかった。そう思い、俺が焼酎を一気に飲み干そうとしたまさにその瞬間だった。誰かが俺の手をつかみ、その行動を阻止したのだ。何してるんだ、お前。全員の視線が一気にその人に向けられると、その人は俺のことを厳しい眼差しで見下ろしていた。斉藤さん。斉藤拓也。俺が勤めている会社の元請けであり、業界でも流しで渡っている有名人だ。若くして社長の地位につき、今では立派に会社を経営している実業家。人情に厚く男気あふれている性格で、皆が本当の兄のように慕っている存在。俺たちみたいなダメ人間のことも見放さず、真っ向からぶつかってくれる心優しい人だ。そんな人がどうしてここに？状況がわからず呆然と斉藤さんを見ていると、彼は俺の手からグラスを受け取り、注がれていた焼酎を一気に飲み干す。お前、明日も現場があるっていうのに、何こんなバカなことに付き合わされてるんだ？体調崩しちまったらどうするんだよ。厳しい視線でお説教を食らってしまい、思わずうなだれてしまう。すみません。何も事情を知らない斉藤さんからしたら、
俺が神谷から酒を煽られて調子に乗り、無理やり飲めもしない焼酎を飲もうとしていた。そんな風に捉えられたのだろう。けれど、現場でも真面目で飲み会でもそんなことを一度もしたことがないのに、そういう風に捉えられてしまった。その事実がショックで、俺は肩を下げて謝ることしかできなかった。お兄さんも申し訳ないけど、こいつの仕事は命がかかるとても危険な仕事なんです。酒のせいで仕事に支障が来ても困るんで、これ以上こいつにそういうことをするのはやめてもらえませんか？大人な対応で場を収めようとしてくれる斉藤さん。しかし、神谷はその様子が気に食わなかったのだろう。斉藤さんに向かって小さく舌打ちをし、自分が恥をかかされたからといって、俺にその怒りをぶつけ始めたのだ。お前のせいで俺が怒られちまっただろ。どう責任取ってくれるんだ？は？元はといえば自分が子供のような突っかかり方をしてきたせいでこういうことになったのに、すべて俺が悪いみたいな言い方をされ、思わずカチンときてしまった。神谷が余計なことをせず、俺に絡みもしなければ、俺も斉藤さんから怒られることはなかった。だんだん怒りがこみ上げ、我慢するように拳を握りしめていると、彼がさらなる追い打ちをかけてくる。お前がいると場がしらけるからさ、おデブちゃんはさっさと帰れ。お前の顔見てたら酒がまずくて仕方がないわ。そう言って俺を厄介者のようにしっしと手を払う神谷。その様子を見た瞬間、頭に来た俺が帰ろうと席から立ち上がり、荷物に手を伸ばした時だった。おい、おめえら、さっさと帰るぞ。なぜか斉藤さんが主賓の人たちに声をかけ、一斉に皆が帰り支度を始めたのだ。何が何やら状況がわからない様子の出席者たち。その中でも慌てていたのが、新郎である俺の親友だった。斉藤さん、一体どうしたんですか？始まったばかりなのに帰るだなんて。慌てて俺たちの席にやってきた新郎。その隣には心配してやってきた新婦も揃っており、皆が不安げに斉藤さんを見つめる。帰り支度の済んだ主賓たちが斉藤さんのそばにやってくると、ただならぬ事態に全員の視線が一気にこの席へと集まってきた。こんな非常識な人間のいる席でうまい酒は飲めないからな。悪いけど、こいつらも連れて俺たちは帰らせてもらうよ。そう言って斉藤さんが睨みつけたのは神谷たち一同だった。どういうことだと新郎が神谷に視線を向けると、新婦もただならぬ様子で彼を睨みつけている。こいつが俺の会社の人間に酒を煽っててよ。それを止めに入ったんだが、今度は俺の目の前でうちの大切な社員に向かって暴言を吐き始めたんだ。1回目の酒だけで止まっておけばいいものを、調子に乗って何度も何度も大切な社員をバカにされて、そんなのを見てていい気する人間がどこにいるってんだよ。怒りに満ち溢れた斉藤さんは全ての事情を把握していながら、あえて神谷にも嫌な思いをさせないよう、俺のことを先に怒り、場を収めようとしてくれていたのだ。はっきりと断ることのできなかった俺にも非があると、まさに喧嘩両成敗。どちらの肩を持つわけでもなく、大人な対応をしようとしてくれていたのだ。そのことを知れた俺は歓喜し、思わず瞳に涙があふれる。本当ですか？神谷くん、長岡さんに無理やりお酒を飲ませようとしていたの？30代にもなってそんな子供みたいな嫌がらせをしていた事実を暴露され、周りの視線が神谷に集まり、
冷ややかな眼差しを向けられていた。そばにいた女性陣も分が悪いと思ったのか、一歩引いた様子で神谷を見つめる。圧倒的不利な状況に動揺を隠せない様子の神谷。慌てたように言い訳を述べ、苦し紛れの言葉を吐き続ける。違う。俺はそいつと久しぶりの再会だからお酒を継ぎに来ただけで、そいつが焼酎を飲めないことを知らなかったんだ。嘘だぞ。俺たちは全部のやりとりを聞いていたんだ。長岡は焼酎を飲めないと断っていたのに、女性と一緒になって彼に無理やり焼酎を飲ませようとしていた。長岡はひたすらそれを断っていました。俺たちが証人です。その言葉を聞いた周りからは、神谷に対する非難の声が溢れ始め、状況は最悪。神谷は完全に孤立し、顔を青白く染めていた。長岡はね、仕事にすごい真面目なやつなんですよ。そんな神谷の様子を見つめながら、斉藤さんが彼に詰め寄ると、静かに口を開き、俺のことを話してくれた。酒もそんなに強くないくせに、俺が誘うと絶対に断ることがなくて、昔は酒を一滴も飲めなかったのに、俺たちと一緒に楽しさを分かち合いたいからって、自ら歩み寄ってくれるようないいやつなんです。そんな責任感があって心優しいやつが、調子に乗ってバカみたいな酒の飲み方をしたり、喧嘩を売るような真似をするわけがない。こいつがあんたに何をした？あんたの気に障るようなことをこの結婚式で何かやったか？まるで俺を家族のように大事に思っているのが伝わって、頬からは静かに涙が伝った。初めから全てを見抜き、ずっと心配で見守ってくれていたのだろう。斉藤さんがそういう人だから、俺も今の会社に入社し、彼のもとで頑張りたいと励んでいるのだ。そんな彼からの熱い思いを打たれた俺は、斉藤さんの言葉で怯えている神谷に近寄り、自分の言葉で彼にはっきりと胸の内を伝えた。学生時代、お前が部活で天狗になっていた時、正直すごく嫌だった。周りのみんなが何も言えず、お前の奴隷のように言うことを聞いて、お前の天下になっていて、俺の大切な友達も嫌がらせの対象にされて、すごい嫌な思いをした。学生時代の黒歴史を暴露すると、さすがに事情を知った女性陣たちもドン引き。神谷を軽蔑するような眼差しで、彼からどんどん距離を置いていく。俺が嫌がらせのターゲットになった時、これでよかったと思ったよ。もう誰も俺の目の前でお前に嫌な思いをさせられることがなくなったんだなってすごく安心した。俺がお前の酒を断らず飲もうとしたのはお前が怖かったからじゃない。俺の大切な友達がお前の仕打ちに巻き込まれるのが嫌だったからだ。会場全体の冷ややかな視線が神谷に向けられると、神谷は辺りを見回し、顔から血の気を引かせた。そして俺の気迫に押されてひるんだ彼は、情けなく小さな悲鳴を漏らしながら床に尻餅をつく。俺はそんな哀れな様子の彼を見下し、睨みつけながらとどめの一言を放った。けど、俺はもうお前の言いなりになんてならない。俺がそうなって嫌な思いをみんながしていることを知ったから、お前のことを怖いとも思わない。これ以上俺に何かするって言うなら、俺ももう黙ってないからな。わかったか？はい。普段から温厚な俺が厳しい一喝を入れたためか、その様子にひるんだ神谷は情けない声で返事をし、その場から逃げ出すように荷物を持って出て行ってしまった。なんだあいつと周りの目が神谷の去った後を追う中、斉藤さんが女性陣に歩み寄り、
俺に無理やり焼酎をついだ女性に言葉をかける。あんたたちもだぞ。周りの意見に流されて自分の意見を持たないようないい加減な大人になっちゃダメだ。ああやってろくでもない男に騙されることだってあるんだ。本当のいい女になっていい男に見初められたいなら自分の意見をしっかり持った女性にならないとな。神谷を怒る時とは打って変わり、まるで小さな子供たちに言い聞かせるような厳しくも優しい声色の斎藤さんの言葉に女性陣も心を打たれたのか、お酒を置いて俺の元に駆け寄り、何度も頭を下げてくれた。本当にすみませんでした。私たちが悪かったんです。もう二度とこんな真似は絶対にしません。許さないです。そんな彼女たちに対し、俺が許さないと言葉を告げると、彼女たちは驚いたように顔を上げ、不安げに俺を見つめた。飲めるお酒をついでくれなきゃ、せっかくの酌がもったいないじゃないですか。なんて冗談めかしたことを言いながら、場の空気を和ませようと空いたグラスを彼女たちに見せると、彼女たちは泣きながら俺が飲めるビールを順番に継ぎ合ってくれた。こうして神谷からの嫌がらせはなくなり、神谷が帰ったことで主賓たちとも改めて美味しいお酒を飲み直すことに。なんで主賓が斎藤さんの言うことを聞いたのだろうと疑問に思っていると、斎藤さんがきょとんとした顔で当たり前のように事情を説明してくれた。ここに来てる主賓の大体が俺の会社に勤めている人たちばかりだからな。俺、建設業以外にも事業を展開してるから割と顔が広い方なんだぞ。と、さも当たり前のように語る斎藤さんの言葉に全員が驚愕していた。新郎である親友も斎藤さんの経営する IT 企業の会社に勤めており、今日の結婚式にはその関係で参列していたらしい。うちの社員にお前みたいな男気持った人間がいてくれて、俺はすごく嬉しいよ。お前の生活が落ち着いたら本社に上がれる採用試験絶対受けてみろ。一緒に仕事しようじゃないか。そう言って美女たちと一緒に俺のグラスに酒をついでくれる斎藤さん。俺が母親の介護をしながら今の仕事を頑張っていることも知ってくれており、俺のこともずっと気にかけてくれていたそうだ。こんな多忙で器の大きな人が俺みたいな平社員を知ることなんかないだろうと思っていたけど、自分のことも見てくれている優しい良き人に拾われて、俺は本当に幸せ者だなと痛感した。あれから神谷は同級生にはもちろん、あいつも斎藤さんの経営する会社に勤めており、それが新郎と同じ会社だったようで、社内でも彼が結婚式で働いた悪事が広まり、白い目で見られるようになってしまったんだとか。自業自得だよ。自分で蒔いた種なんだから、しっかり処理してもらわないとな。と、親友は俺が傷つけられたことがどうも許せなかったらしい。会社で神谷がひどい扱いを受けていてもいい気味だと笑っていた。こうして俺は神谷との長年の因縁に終止符を打つことに成功。仕事もあれから順調で、あの結婚式の一部始終を見ていた新郎側の友人と結ばれることに。すごい男らしくてかっこよかったです。とてもおとなしそうな子で自分の意見を人に伝えるのが苦手だと話していた。けれど俺が勇気を出して神谷に立ち向かう姿を見て感銘を受けたそうだ。そのことをきっかけに俺と彼女は深い仲へと発展した。母親の介護も一段落つき、斎藤さんから言われた通り、本社への試験にも無事合格。35歳になった頃、本社の社長を斎藤さんから任されることになり、
今ではこの仕事に誇りを持ちながら日々精進しているのでした。